皆さんこんにちは、なもちです。今私は平和公園へ向かっています。今日は8月6日、広島市民にとって忘れてはいけない日、原爆の日です。平和公園近くの駐車場に車を止めました。ここから歩いて平和公園へ向かいます。時刻はお昼の12時過ぎ。午前中の平和式典へ向かうわけではなく、お参りと灯籠流しの申し込みに行きます。気になるカフェがこの先にありますが、それはまた今度。式典のある時間帯は通行規制がかかりますので、車で来る際は気をつけてください。京筑灯ですね。京筑灯は焼け野原にいち早く咲いたお花として広島市の市の花に指定されたものです。以前ドラマで毒性植物としてちょっと衝撃だったんですが、丈夫でも強いために街路樹に使われているそうです。焼け野原で咲いたのもその丈夫さがあるからかもしれないですね。真っ暗な世界にあの鮮やかなお花がポッと咲くだけでもすごく励まされたのかなと思います。こちらは京筑灯の白いバージョンですね。かわいい。式典もあるためか、千羽鶴もいつもより多く集まっている印象です。大雨予報だったんですが、晴れ間も見えていますね。よかった。到着しました。広島平和記念公園です。土屋病院のこの白い線は平和の軸線の一部になってます。原爆ドームと平和資料館を結ぶ一本の線上に原爆慰霊碑などを設置している平和の軸線。これはドライブ・マイ・カーでも出てきたんですが、また改めて紹介したいと思います。式典の日なのでこのような表示がかかっていました。なかなか私も入り口から入ることはないのでちょっとレアかなと思ってます。それでは慰霊碑の方に向かいます。先ほどまであった式典のもう撤収作業を着々と進められている感じですね。コロナ禍でも毎年お参りには来ているんですが、やはり3年ぶりに灯籠流しが開催されるというのもあったり、そこまで規制のない8月6日になったので、お参りに来られている方も若干多い気がしました。これ12時台なのでお参りの方こんな列ですけど、帰り際何時かな、3時ぐらいはかなり人が並んでいました。お昼時を目指していくのもいいかもしれないですね。しっかりお参りをさせてもらいました。以前2月の動画でお伝えしたんですが、私の曽祖父ですね、ひいおじいちゃんが原爆で
亡くなってます。その長男であるおじいちゃん、そして奥さんのおばあちゃんから毎年ここ平和記念公園に連れてきてもらって、戦争がいかに怖いか、どうしてはいけないのかっていうのを教えてもらってきました。なので今の世界情勢は本当に信じられないですが、早く大切な人を亡くして悲しむ人が一人でも少なくなってくれればいいかなと思います。戦争でなくても人って事故とか病気とか様々なことで亡くなってしまうと思うので、理不尽なことで人の大切な人の命を奪ってほしくないと思います。はい、平和の灯火が見えてきました。こちらも平和公園を設計した丹下さんによるもので、この台座の形なんですけど、手首を合わせて手のひらを大空に広げたような形をしています。水を求めた犠牲者の方を慰め、また核兵器廃絶と世界恒久平和への願いを込められています。この火は1964年に点火されて以来ずっと燃え続けていて、核兵器が地球上から姿を消す日まで燃やし続けようという悲願の象徴となっています。この元となる火は全国12総派から寄せられたものになっていて、その中の一つに宮島の大松院の火があります。それでは原爆の子の像の方まで行ってみます。今では平和のシンボルと考えられて、多くの方々に折っていただいている折り鶴ですが、平和と結びつけて考えられるようになったのは、この原爆の子の像のモデルとなった少女、佐々木禎子さんが大きく関わっています。禎子さんは2歳の時に被爆、外傷もなくその後元気に成長しましたが、9年後、小学校6年生の時に白血病と診断されました。回復を願って鶴を折り続けましたが、8ヶ月の闘病生活の後、亡くなりました。この禎子さんの死をきっかけにできたのが原爆の子の像です。その後、この話は世界に広がり、この像の周りには世界各国から折り鶴が送られています。その数なんと年間約1000万羽だそうです。たくさんの方が平和を願ってくださってるんですね。灯籠流しの申し込み所にやってきました。ちなみに今年3年ぶりの灯籠流しになるんですが、個人的に流すことはできないらしく、ボランティアさんに委託してお願いする形になります。灯籠流しの紙を3セット買いました。ポストカードももらいました。私も1枚書きます。ちゃんとメッセージ考えてから書いたらよかったんですけど、書き始めちゃってから考えるやつ。でもうまくいったかな。こんな感じ。せっかくなので反対も書いていきます。こちらはおじいちゃんとおばあちゃんへ。お空にいる2人にも伝わりますように、あとの2枚も書いて係員の方にお渡ししました。この後、夕方6時から灯籠流しをされたそうです。
今回は見れなかったのですが、もし興味がある方はショート動画で3年前の灯籠流しの動画をアップしてますのでご覧ください。無事灯籠流しの申し込みも終わりましたし、散策しながら帰ろうと思います。この後市内でランチでもしようかっていう話になっていたんですが、とりあえず暑すぎるのでどこかでお水を買いたいと思います。うわあ、すごい人が、行列が伸びてる。資料館の方の自販機に立ち寄りました。すると、被爆ピアノのコンサートが行われてました。素敵な音色ですね。これは有名な被爆した青桐です。さて、水分補給も済んで少しほっとしたんですが、やはりちょっと暑いので、こちらの広島国際歌劇場に入らせていただきました。こちらもドライブ・マイ・カーで有名な撮影場所ですね。なんと駐車場の方から出れたので、こちらに立ち寄らせていただきました。奥でサーブと美咲ちゃんが待ってましたね。やはり映画化されるだけあってすごく綺麗な場所だと思います。8月6日の平和公園散策いかがだったでしょうか。私も知らないところは調べつつ頑張ってガイドさせていただきました。広島県外の方にはそこまでピンとこない8月6日かもしれないですが、この動画を見て少しでも平和について考えるきっかけや時間になればいいなと思います。本当に一日も早く世界に平和が訪れることを願っています。本日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。